り替えをきれいに合わせる縫い方のコツを紹介しています。裏付きのポーチです。表布の上が23センチ ×9 センチが2枚と、下になる方が23センチ ×20 センチが1枚、裏布が23センチ×縦が33センチ、20センチのファスナーが1つです。ポーチの下になる布に上布を中表に合わせて1センチの縫い代で縫います。反対側も同じように合わせて1センチの縫い代で縫います。開いて縫い代を下に倒して下側に端ミシンをかけます。反対側も同じように縫います。こちらも同じように縫い代を下側に倒して端ミシンをかけます。こういう風にできました。上にファスナーをつけていきます。ファスナーを裏向けて上から5ミリぐらい開けて留めて端ミシンをかけます。端まで縫ったら裏布を中表に合わせてさっき縫った縫い目の内側を縫います。表側に端ミシンをかけます。裏はこちらの方に伸ばしておきます。反対側にも同じようにつけます。上から布端から5ミリ開けたところ、ここに端ミシンをかけていきます。裏布を合わせて縫い目の内側を縫います。こちらの表側だけ端ミシンをかけます。最後のところが少し縫いにくいですが、こう開くようにして縫っていきます。このような形にしてファスナーはちょっと真ん中あたりに移動させておきます。両端を縫います。後でマチをつけたいので上から3センチぐらい下のところから7センチの印、ここを返し口にします。今回のポイントはこれがうまく合うように縫う縫い方です。横の切り替えのところを合わせてぴったり合うようにしてここを待ち針で留めます。ファスナーのところも合わせて留めます。ポイントとしては厚みのあるこの下側から縫っていくので切り替えの手前のところに待ち針をします。待ち針を抜いて返し口を開けてまたこの下を縫います。
こにまちを作ります。まちを作るときは角のところに少しアイロンを当てて縫い代のところを開いて三角に折ります。縫い目の真ん中に待ち針を入れて裏のアイロン線から出します。このように留めるとちょうど真ん中にきます。端から端まで6センチのところに線を引きます。線の上を縫います。4つの角を縫ったら縫い代を1センチぐらい残して切っておきます。返し口から表に返します。ファスナーが閉まっているのを手で開けて対角線上から返すと返しやすいです。返し口のところは縫い代を内側に入れて端ミシンをかけておきます。内側に入れて下に引っ張るような感じにします。裏布を内側に入れて形を整えたら出来上がりです。